ご神君。一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。本心に立ち返るということは、人間この世に生を受けると同時に神性が授けられる。ところが成長するに従い我が芽生えてくる。神性とは似ても似つかぬ浅ましい苦悩の道へ堕落していく。そうした人生の分岐点に立ったとき、誠の道を示してくれるのが誠の信心である。誠の信心であると。さてその誠の信心とは、どういうものだろうかと思います。それは結局、私どもに神心が育っていかなければならない。心が育つということ。誠の信心とは、私どもの心がいよいよ本当のところに育つということ。神心がやはり育つということだと思いますね。なるほど。本を読み、教えを聞き、信心の勉強をして、なるほど、こうなることだ、ああなることだ、とわかります。わかりますけれども、わかっただけで心が育っていない、ということがよくありますね。わかれば育っているのと勘違いしてしまうのですね。わかったから育ったと思い違いをしてしまう。わかるということと心が育つということはまた別物だということですね。心が育つということ、どの程度育っているかというところに確かな焦点を置いておきませんと、分かったということが育ったということと勘違いしてしまいます。全く別物ですね。昨日は神様のお役に立つということ、それは人の助かりを祈ることだと。人が助かるようにと祈ることだと。それが神心が育ったということでもありましょうね。そしてそこにどう助かるのか、その助かりようはもう神様にお任せして、とにかくこの人が助かられますように、あの人が助かられますようにと祈ればそれでよいと。そのある方から昨日電話をいただきました。もうそうですね、1ヶ月ぐらい前になりましょうか。その頃からいろいろお届けがあっているのですけれども、がんのようだと。病院の先生がその CT ですか MRI ですか、いろいろ検査をして、どうも肺に何か影があると、卵巣にも腫瘍のようなものがあると、それで、精密検査をしましょうということで、精密検査をされたのですね。そしたら4、5日前でしたか、肺の方はやっぱりがんだったと。それで、今度その治療を始めましょうということになっていたそうです。卵巣の方はこれはどうもがんではないらしいと。水が溜まっているだけのような感じもあるから、もう一遍精密検査をしましょうということになったそうです。で、肺の方はこれはもうがんだからその治療をしましょうということになっておられたのですけれども、昨日また電話がかかってきまして、
その病院から電話がかかってきたと。それで実はどうも肺の方はあれはがんではなかったと。いわゆるがんの治療はしなくてよいということだったという電話でした。やっぱそのがんがなくなったのですね。改めて神様が人を助けてくださるというその助けるということには、こういうこともあるのだなと。がんがなくなる。これもやはり人を助ける助け方の一つですね。もちろん中にはがんがなくなるのも助ける。あるいは人によってはそれを持ち続けてそのことによって心を改める。これもまた助ける。その人の信心に応じてどちらがより心が助かるのか、より神様を信じることになるのか、その辺の裁量は神様次第ということですけれども、場合によってはそのがんだと宣告されたものが、いやあれはがんではなかったと、がんがなくなるという助け方も神様がしてくださるものだと。確かにこの天地金の神様はすがれば助けてくださるのだなということを何か実感させてくださったようなことでした。確かにこの天地金の神様は助けてくださいますね。がんをなくすということも神様にとってはわっけもないことなのかもしれませんね。その助かりようはもちろん神様に一任しなければなりませんけれども、そういう助かりもあるということですね。いずれにしよすがれば確かに助けてくださる天地金の神様だということですね。そしてそういう中に今朝はそのことをお礼を申しておりましたら、信心の三本柱とでも言うのでしょうかね。それは願い、お礼、そして改まりだと教えていただきました。このやはり願うということ、そしてそのいただいた神様のお働き、そこにまたお礼を申していくということ、そして自らの心を育てることのために改まっていくということ、この願いとお礼と改まり、これが信心の三本柱だと、これを大切にしていけということを教えていただいたように思います。そしてしかも今日は13日、13日とは神様の願いが成就する日だと教えてくださいます。このお話をさせていただくということ、これがまた神様の願いが成就することにもなるということですね。どうでも願い、お礼、そして改まり、この三つの柱をもとにして信心を進めさせていただきたいと願います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。